にちは。今回はダンダダン第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やばいババア可愛すぎる、どうしよう。桃好きなのにババアに揺らぎそう。もう俺はおばあちゃんに屈した。おばあちゃんコンキンチ、下手したら今年一のキャラかもしれん。おばあちゃんの出番が多いかどうかでこの先神アニメなのかどうか決まるまである。ダンダダン自体は注目作だったけど、おばあちゃんというキャラがダークホースすぎてたまらん。良いキャラすぎる。3は面白かった。桃がいい子ですごく可愛く見えてきた。ババアもかっこいいな。祖母はかすぎ。ジャンプで見た目若いばあちゃんだとナルトの綱手を思い出すな。丸を描いて内側の線を消すと結界の範囲が外から中に変わる攻撃に感心した。こういうギミック好き。聖子ちゃんは終始生かす女だから中止しとけよ。ババアもキャラ濃いな。ギャグとシリアスの緩急が激しかった。おばあちゃんって1話の回想であんな感じだったっけ？原作でも明らかに口調違うね。キャラ固まってなかっただけか。劇中で何か理由あるかは不明。水木奈々が想像よりずっと良かった。こんな演技ができるんだな。水木さんフランレの後釜いけるかもってなった。ほんと水木奈々って声の聞き取りやすさが業界随一だなって感じがしたわ。結構説明セリフ多めな上にああいうダウナー系のキャラなのに本当に聞き取りやすいってのは声優としての才能が高いんやろうなって。水木奈々が BBA 役って全然 BBA じゃねえじゃん。見た目は前回のバトルより今回の会話シーンの方が面白かった。和歌山シオンの演技がキレッキレで掛け合いが楽しいわ。面白い。2人の掛け合いもちゃんと笑えるし、花江と和歌山の芝居がめっちゃいいわ。そういえばなんでババアはファインだ。作者しか知らん。わかんない。若作りかもしれないし、神様に見初められてるから若いままにさせられてるのかもしれない。作中で本人の美魔女って呼ばれてる発言以外でマジで一切触れられないからな。ババアの外見正直本当の祖母なのかも今のところなぞ。実際クソ強いからある程度制限かけてる感じだよね。ババアは特にツッコミなくボケっぱなしだから本当のところが何もわからん。年齢不明。なんなら桃たちの学年も不明なんだよな。意外とそういう情報開示されてない。連載が長く続いた場合、キャラに年取らせたくないって方針なんだろうか。卒業あるいは留年させるわけにもいかんだろうし。電車で移動するほどの距離離れてるのに結界の中から呪いを感染させて殺せるターボチがプレイババア。一度一人呪えばあとは無尽蔵に人呪い殺せるババアやばい。一度はババアボコったババアもババアの不意打ちには無力だったし。ターボババアの格が妙に高いのはなんでだろうな。しかしターボババアは普通にモモちゃんの股間に食いつこうとしてたな。どっちもいける口か。ババアの能力的にまだまだヤバい使い方あるんだろうな。ターボの方ね。ババア多すぎ。ババアなんて何本あってもええからね。とりあえずババアはみんな有能な作品だから。ミコの格好を着るシーン、桃が喋ってたのに桃の口が動いてなかったな。あれ心の声かと思ったけど普通に会話になってるあたり作画ミスかな。口開けないで喋ってるのはそういう演出じゃないの。あの場面で作画ミスはまずありえないと思うけど。これだけ回想シーンということかな。そういう演出ならありかな。でも原作と3往復して悩んだ。桃の口開けないシーンは演出だぞ。バックに聖子の栄唱が流れてるだろう。映像足す聖子の栄唱は儀式のシーン。話してる音声は鳥居の前で3人で話してる場面っていう演出だな。確かに少し分かりにくくはあった。この作品ってしんみりさせてからのおふざけがある種の様式美なんかな。緩急のつけ方がうまいんだと思う。ホラーになりがちなのをギャグとノリでホラーとして見せずに決めるところできっちり決めるみたいな感じの緩急のつけ方。トイレに駆け込むところはなぜか爆笑してしまった。結局見られるのね。高倉健がトイレ見られてる。
忘れられない体験できたね。しかしスタイル抜群で H すぎるだろう。やるいいよね。やっぱりスカート短いのね。素晴らしい。シーで単行本のおまけ編を消化してくれそうなの嬉しいわ。相変わらず面白い。出てくるキャラが端から立ってるんだよな。嫌いな人もいるんだろうけど、ももちゃんの下着姿は定期的に入れてくれ。見たい。体感5分だわ、面白い。原作班として3は超面白かったわ。次回も楽しみ。ギャグのテンポキレキレで笑えるし、バトルになると怖くてゾクってするし、このバランスが1から3話まで毎回良くて安定感ある。安定して面白いかも。流れに勢いがあるからかな。次回はいよいよ花江さん一押しの4話か。序盤の山場ってことなのかね。おそらく4話と5話が山場だな。個人的には6話が好き。決着まであと2話くらいかな。カニチェイス楽しみ。来週はバトル回だけど、いろいろったまゲーだから期待しておけ。ほんと良い出来だわ。猿やるね。ターボババアをぶっ飛ばそう。サブ隊面白すぎだろ。次回ターボババアとの決着が見れるかな。だんだだん。一応修行的な話も入れるんだ。と思ったらそんな猶予は与えてくれなかった。まあこの作品はこのスピード感よね。桃が個人的に癖すぎる。髪型変えたら全部可愛いし、服装も良すぎる。桃の祖母、聖子さんが本格登場。おばあちゃんっぽさはないけど、ナナ様のかっこいい声がすごくぴったりだったな。なんだかんだお互い思い合う祖母と孫なのも良い関係性。いよいよ来週のターボババアとの戦いが楽しみすぎる。エセ霊媒師かと思われた聖子さん。ちゃんと有能霊媒師だったけん。激強ターボババアも聖子さんにかかれば雑魚になり下がる。オカルンにかかったの呪いも理解し、桃とオカルンの先を導くが、聖子さん自身は手が出せないのが歯がゆい。その思いを神に捧げて VS ターボババアとの勝利を祈る。おばあちゃんは若い、強い、かっこいい。若い姿は霊能力ゆえ。3人のやりとりに笑ってたら、いきなりでかいターボババア怖かった。鍛える間もなく戦わなきゃいけないし、死ぬかもしれないくらい危険なので、お札が黒くなってたから、家にいるおばあちゃんも危ないんじゃ。聖子ほんとにかっこよすぎまし。自分の見せ方わかってるこのおばあちゃん。いきなりスッと出てきたね巻きメガネママには、さすがにドキッとしましたね。トイレバトルからのターボババアの権限、やっぱ待ってはくれませんね。次はとうとう鬼ボットです。楽しみにしてます。まんべんなく面白いね。話としてはしゃがむ部分が多い展開ではあるんだけど、それでも十分面白いし、何をしなければいけないのかきっちり説明されていることでワクワク感があるし、作画がすごいのは確かにそうなんだけど、エピソードの構成が熟練すぎる。達人がいる。高倉健ならそうした。高倉健はヒンメル理論。ばあちゃん若いね。いや若すぎ。まあでも今時50くらいならこれくらいの人もいる。修行会に入るのかと思ったら一気に決戦に。死ぬなよ。装備も用意してくれるし、孫への愛が深いのはいいね。孫は脱いでるけど。聖子さん、本当にすごい人なのですね。ターボババアと張り合えていたこともだけど、アイドルがカレー好きなことまで完全に見抜いていて、それは相当、もう戦いに向かうことになってしまった桃とオカルンですが、大丈夫ですかね。聖子さん、予想よりもパワフルでぶっ飛んでいて笑った。バットにあるネッシーの力って何？そうだ、聖子さんに呪い解いてもらえばと思った矢先、土地神様のテリトリーの説明が。聖子さんも近寄れないほどにターボババアは凶悪なの。オカルンと桃に策はあるのかな。次週が楽しみすぎる。聖子はなんだかんだで桃が大切だし、桃もなんだかんだでおばあちゃん思いってのが伝わる良い回だった。あとこの3人あって1日で仲良すぎる笑い。次回は戦闘シーンの作がヤバそう。楽しみ。桃が気を失い、ターボババアの呪いの力が暴走するが、桃の祖母、聖子が2人の窮地を救う。人間の尊厳をかけたトイレへの競争シーンで、わしも入れろ、と追いかけてくる聖子。絶対狙ってオカルンを本名で呼んだよね。聖子と桃の家族愛が見えるやりとりに胸が熱くなる。来週待ち遠しい。
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。